日はクローバーで幸せの黄色いハンカチを作ろう。こんにちは。ものづくりの日常にコピコボです。チャーチャラララ。幸せの黄色いハンカチというね、約70年代後半ですねに作られた映画があるんですけれども、その映画すごいいい映画でして、監督は山田洋次監督、出演者に高倉健、武田鉄矢、桃井かおり、あと倍賞千恵子ですね。そうやって、この昭和の大スターたちが出演しているこの幸せの黄色いハンカチ、すごい映画なんですけども、北海道が舞台なんですよね。武田鉄矢の車に乗って高倉健と桃井かおりが夕張を目指して小林の千恵子の待っている夕張に行くという、なんですかね、ロードムービーっていうんですかね、すごいいい映画ですよ。憧れの昭和をそのままギュッて濃縮したようなそんな映画なんですけども、幸せの黄色いハンカチ作りたいですよね。で、映画の中で大切なこのね、タイトル通りキーになっている幸せの黄色いハンカチを今回は作ろうじゃないかということで、じゃん、用意しました。なんでしょう、なんでしょうというね、見えますか。これはね、クローバー。このクローバーっていうのは、正式名称はね、爪草、白爪草とか赤爪草とかいます。あれですよね、みんなこうちっちゃい頃冠作ったりしますよね。あれ白爪草とか赤爪草なんですけど、そう、もともとは中国の方からなのかヨーロッパの方からかわかんないですけど、こうクッション材としてこういうね陶器とかを運ぶ時に割れないように乾燥させた草を敷き詰めて運んできた、なので箱に詰める草だから詰め草っていうんですけど、その詰め草、輸入をね捨てる、こうやって乾燥してる状態で運ばれてきて、でそこから種が落ちて日本にも広がったと言われております。今回はクローバーを使って、そう幸せですよね、クローバーね。四つ葉のクローバーではないものの、植物の中で幸せといえばこれなんじゃないかということで、そのクローバーを使った幸せの黄色いハンカチ作り、今回はしていきたいと思います。コッペ工房ではものづくり日常にということをテーマに動画を作っています。やってみたいけどちょっとどうやってやったらいいんだろうかとか、やってみたいなでもちょっとめんどくさいなみたいな、そういうものづくりに対するブレーキがちょっとでも減らせるように、こうやったら簡単にできるよ、こうやったら簡単なんじゃないか、こうやったら手軽にできるんじゃないか、これだったらちょっと休みの日に軽くできるんじゃないか、そんなことを思ってもらえるような動画を目指しています。もしよかったらこのタイミングでチャンネル登録をお願いします。それではクローバーの草木染め始めていきます。どうぞ。5月の上旬、雑草駆除を兼ねながらクローバーを摘んでいます。このクローバー、またの名は白爪草っていうんですけどは、蜜をすごい豊富に含んでいるので、ミツバチが結構集まって蜜を集めていることが多いです。ちなみに人間が食べても美味しいので、天ぷらとかにして時々食べたりします。美味しいですよ。刈り取ったクローバーは束ねて切って、で乾燥させます。乾燥させた方が染めには向いているのでおすすめです。今回はこうやって茎と葉っぱ分けたんですけど、やらなくてもいいかなと思います。とりあえず乾燥させましょう。道具紹介始めていきます。まず今回染めに使うクローバー、白爪草の乾燥場です。染める染料を作ったり染めたりするときに使うステンレスの片手鍋と混ぜたりする菜箸、そしてこちらこすときに使うザルとボウル、それからゴミくずネットです。計量スプーンと計量カップです。幸せの黄色いハンカチということで染める綿のハンカチです。あと綿のハンカチを使うときに下処理をするので、その下処理に使う柔軟剤です。あとは絞りに使うステンレスの洗濯バサミとビー玉や小石、そして輪ゴム、こちらも使います。それではクローバーの草木染め始めていきたいと思います。ということでまずは下処理からしていきます。柔軟剤を大さじ1杯熱湯で溶きます。熱湯を使うときは熱いので気をつけてください。綿や植物性の素材の染めをするときはしっかり下処理をしてください。
よくかき混ぜたらこの中に入れます。柔軟剤液につけたらよく浸して30分間これで下処理をします。下処理をしている間に染液を作っていきます。クローバーの乾燥葉を 40g 片手鍋の中に入れます。水は 1000ml、 葉っぱがよく水に浸るように準備します。葉っぱが乾燥していて浮いてきてしまうときは菜箸でよく浸してください。そして鍋を火にかけます。最初は中火です。沸騰するまでは蓋をして待ちます。グツグツしたら蓋を取り、火は弱火で12分間煮て染液を作ります。今の季節はストーブがあるので、ストーブの上で12分間煮ることにしました。12分が経ったので鍋を火から下ろしました。ざるにゴミくずネットを貼り、染液をこします。出来たての染液はとても熱いので気をつけてください。これで染液の完成です。洗った片手鍋に染液を戻し、染液は冷めないように温めておきます。下処理を始めてから30分が経ったので下処理も完了しました。よく洗い、余計な柔軟剤液を落としておきます。ここからは絞り処理を行っていきます。まずは真ん中に折り目をつけて絞りの線を作っておきます。その線に沿ってビー玉で絞りを4箇所つけます。次は8つに折りたたんで洗濯バサミで絞りをつけます。これで絞りは完了です。絞り処理が済んだらいよいよ染めていきます。温めておいた染液にハンカチを入れて定期的に菜箸で動かしながら弱火で12分間染めます。菜箸で動かしながら染めることで染めムラを防ぐことができます。染めている間に焙煎液を作ります。明板を大さじ1杯ボウルに入れ、そこに熱湯を注ぎます。明板の白いダマがなくなるまでよくかき混ぜます。白いダマがなくなるまでかき混ぜたら、そこに水を加えます。これでアルミ焙煎液の完成です。12分が経ったので鍋を火から下ろします。染めたハンカチをざるに上げて余計な染液を落とします。冷めたらよく絞り、先
先ほどの焙煎液の中につけ12分間焙煎処理を行います。この時にもムラが起きないように菜箸でよく動かしてください。12分が経ちました。水洗いをして洗濯バサミや輪ゴム、ビー玉などを取り除きます。これで染めは終わり、陰干しをしたら完成です。染めが無事終わりました。じゃん、こんな感じです。優しい黄色、幸せを感じるような優しい黄色になったかなと思います。それだけだと寂しいかなっていうことで絞りも入れてみたんですけど、こう斜めに丸を4つと洗濯バサミで閉じた絞りもどうですかね、こんな感じです。いい感じにできたかなと思います。クローバーは、今の季節は生えてないですけど、比較的に採取しやすい植物だと思うので、ぜひ春くらいからかな、春から夏にかけて採取して乾燥させてみてください。幸せの黄色いハンカチを作ろうということで、クローバーの乾燥場染め無事完了しました。いい感じじゃないですかね。コッペ工房ではものづくりを日常にということで、今回みたいな染めの動画とか、あとは粘土の動画とか刺繍の動画とか編み物の動画とかいろいろと作っております。今回のクローバー染め、もし面白いなと思ってもらえたら高評価やコメントお願いします。あとね、こういうもの作ってみてほしいなとか、こういうのがあったら面白いなっていうものがあれば、ぜひコメントで書いていただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではものづくりの日常にコッペ工房でした。さよなら。